名言とかことわざとか好きですか？私は結構好きで、中でもなるほど、これはまさに芸術のためのことわざだ、名言だと思ったのがあります。それは、全てのものは二度作られるという名言です。確か7つの習慣という本で出てきました。もちろん本当に2回作るわけではありません。1回目は脳の中のイメージ、そして2回目は実際に作られるものですね。この名言を体現できているかで演奏の質が大きく変わるんです。脳の中で作られたイメージが実際に作られるということは、イメージが良ければ、イメージが繊細なら繊細なほど実際に作られるものもいいものということですね。逆にイメージがぼやーっとしていたり変なイメージだと、それが作られてしまうということです。何にもイメージせずに企画書やプレゼンを作ったら、それなりのものしかできません。どんなものが完成するか、どんなものを作るかを、どんなものを伝えたいか、そういうものがちゃんとイメージできている人のプレゼンはとても見やすいです。イメージを浮かべずに手に力を入れないようにとか、暴れないようにとか、言葉で命令している。そんな演奏をしていると、なかなかいい演奏ができません。イメージとは感覚とか音であり、言葉ではないんです。この動画を最後まで見れば、演奏中どのようなイメージで弾けばいいかわかります。そしてそのイメージを作る練習も解説します。イメージを使いこなして演奏すれば、今までより数段上の演奏ができると思いますよ。ぜひ最後まで見てください。このチャンネルではテクニックや演奏に必要な知識を徹底的に研究して分かりやすく解説している動画を上げています。私はフラメンコを中心に演奏していますが、クラシックでもボサノバでもいろんなジャンルに応用して使える知識やテクニックだと思います。そしてこの動画は毎週水曜日の夜にアップしているトレモロマスターシリーズの第5回目です。トレモロ奏法をマスターしたい、もう一度やり直したいという方はですね、ぜひチャンネル登録をしてこのシリーズを最初から見てみてください。概要欄とこの動画の最後にトレモロシリーズの再生リストを載っけておきます。そしてもしこのシリーズをチャレンジするよ、最初からやってるよって方がいましたら、いいねボタンを押してもらえると、これだけの人がチャレンジしてるのかと、私も動画を作る意欲になります。親指の動画では今日2024年6月27日現在、なんと45人の人がいいねを押してトレモロをやってくれてるんだと思います。実際にはもう5000人ぐらいやってるかもしれません。参加表明みたいにいいねボタンを押せば、やる気ややってやろうという意欲が湧くと思います。ぜひお願いいたします。イメージを使いこなすと、実際に弾いた時の音なのか感覚なのか、もしくはイメージした音や感覚なのかがわからないぐらい同時になります。普段細かい作業、字を書いたり、箸でご飯をつまんだり、そういう時は言葉で命令しません。こうしよう、ああしようとか、イメージを沸かせて体を動かしています。いちいち右手を右に動かして、下に動かして、なんて言葉では命令していません。そんなことやっていたら日が暮れてしまいます。言葉を作る場所とは違い、イメージを作る脳の場所は、ものすごいスピードで電気信号をやり取りして、イメージを作ったり、体を動かしたりできます。それは反射神経とか運動神経、そんな感じですね。いちいち言葉で命令していたら、命が助かる時も助からないことになってしまいます。スピードが命なんです。猫や鳥なんかは、羽ばたきしてなんて言葉で自分を操っていませんね。感じるままに動いてるから、あのようなスピードが出るんですね。ということで、何が必要か。それは自分の弾いた音、感覚、それに集中することです。実際にやってるつもりでもうまくできてないことが多いです。練習ではできていたのに、いざ弾こうとするとできていなかったり、できなかったりですね。このコントロールを実際にトレモロを弾いて解説しましょう。今回は実際にフレーズを習得する、こういう想定でやっていきましょう。いよいよトレモロが弾けてきてる感じになりましたね。お題はアルハンブラ宮殿のオモヒデですね。まずは最初の一拍目ですね。これをゆっくりから始めましょう。ここで重要なのが音に集中することです。5連だったら、4連だったら、ちゃんとドタタタタドタタタと親指の音が始まりで
頭で聞こえているかです。何気なく聞こえてくる誰かが弾いてるトレモロではなく、譜面通りのふわりが聞こえていることが重要です。次のメロディーは考えずに、この一拍のメロディー、一拍のふわりだけに集中します。特に親指が意識から外れる人が多いです。ちゃんと親指のドンという音が意識できているか確認しましょう。トレモロだからといって速いフレーズで練習するのはやめましょう。どんどん悪い癖がついてしまいます。これはやってはいけない練習という動画で解説していますので、ぜひ概要欄から飛んで見てみてください。音も大きくする必要はありません。大きくしようとすると力んでしまいます。ここは音は出さないでいい。むしろ音を出しちゃいけない。弦を触るだけなんだ。ぐらいな意識でやると力が抜ける時があります。頭が取れてるのかな、よくわかんないよって方はですね、まだ取れてないと思います。ちゃんと取れると、ドタタタタ、ドタタタタ、親指からリズムが始まってるっていうのをはっきりと認識できると思います。それまで頑張りましょう。オリジナルまで早くしなくていいです。ちゃんとドタタタタ、もしくはドタタタと聞こえるちょうどいいスピードまでで、まずは押さえておきましょう。ある程度のスピードで力みなく何も考えずに、ドタタタ、ドタタタ、ドタタタタ、ドタタタタとはっきり認識できたら次の拍に行きましょう。ここで重要なのが2拍目の親指。ここに行った時にちゃんとドタタタ、ドタタタタとこの意識が続けてできることですね。2拍目が始まるまでは2拍目のイメージはしてはいけません。1拍目が終わって2拍目が入ったと同時にイメージする感じです。ドタタタ、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 ドタタタタ、ドタタタタ。ちゃんと意識しましょう。アルハンブラのメロディーを思い浮かべるのではなく、このふわりをちゃんとイメージしましょう。無意識に聴いていると、この低音と高音が別々に聞こえてきますが、弾いているのは右手一本ですね。一人で弾いています。そこをちゃんとふわりをイメージできるといいです。この要領でゆっくりで最後まで弾いたり、ある程度の区切りをつけてそこまでいったらちょっとずつ速くしましょう。まずは感覚をつかんで、その感覚のスピードを上げる。これが正しい練習の仕方です。このドタタタタの意識が崩れない範囲でちょっとずつテンポを上げていきます。リズムが苦手な方は、まずはメトロノームに乗ってドタタタタドタタタタ頭を取るようにして、慣れてきたらメトロノームを鳴らすのをやめましょう。やはりメトロノームがあるとイメージを手伝ってしまって自分で本当にイメージできているかが分かりづらくなります。というか、できません。イメージを作る、自分で頭を取るという練習にはずっと使っているのはちょっと不向きなんですね。いつも口を酸っぱくメトロノーム、メトロノームと言っていますが、ある程度のレベルまで来たら、このメトロノームを卒業する時が必ず訪れます。メトロノームは補助輪みたいなもので、ある程度感覚をつかんだら、メトロノームなしでもその感覚を維持できる練習をしなくてはならないんですね。いつまでもメトロノームを使っていると、その感覚をつかむ訓練ができないんですね。かといって上手くなったからメトロノームをいらないと言ってる話ではなく、新しいフレーズや久々にやるフレーズ、そういう時はメトロノームを使ってちゃんと合ってるかどうかやリズムの感覚を取り戻すために使います。最初は多少オーバーに親指を使っても構いません。それぐらい頭に意識を集中しましょう。綺麗にリズムに乗せるというイメージは大切ですが、まずはこのドタタタタのイメージをちゃんと作れて、弾いた時にちゃんとそのイメージ通りか、そんな感覚を養ってください。それには一拍ずつ体のリズムに合わせて進めていく必要があります。3拍とか4拍とか連続してやると頭の意識がどうしても薄れてしまいます。演奏を焦る人は自分が今弾いているフレーズより先のイメージがどんどん作ってしまって演奏が乱れることが多いです。イメージは弾いている時、これから弾く瞬間のフレーズのイメージだけを作らなくてはなりません。一拍一拍イメージを生み出し再現する。この練習をやってその感覚をつかみましょう。今回は
アルハンブラ宮殿の思い出をやりましたが、今自分の持っているフレーズでうまくできないもの、それをやり直しても全然構いません。これから新しくやるやつでも構いませんので、一拍ずつ頭を譜面通り正しい音が鳴ってるかをイメージしつつ、一拍ずつ進めてみましょう。早くするのは感覚をつかんでからで全然構わないんです。今回やっと5回目になりましたね。次回はまだ内容を考えていませんが、もしかしたら復習動画になるかもしれません。もっと動画作ってよって方がいましたら、いいねとかチャンネル登録お願いいたします。コメントも気軽にしていただければ、私も動画のネタになったりしますので、ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。